それで例えば操作性とか、例えばハンドル位置がどうとか、シフトが硬いとか、クラッチがどうのとか、アクセルがどうのとか、メーターがどうのとか、そういうのはもう一切ないです。もう本当優等生で、何にも気にならないです。ただね、やっぱ知りたいでしょ、ネガな部分。ネガな部分が2つ、3つだな。やっぱり6時間お友達になってお付き合いしたんで、やっぱりね、感じるところはたくさんあるんです。そしてね、お尻が痛くなったか痛くならなかったかっていうところは、ちょっと待って、最後に言うから。はい、お待たせしました。今日はですね、NX400 でございますよ。これかっこよくないですか？なんか僕は前の形よりちょっとこうトランザルブっぽくなって、こっちの造形物が高くなったので、なんか僕はこっちの形の方が好きですけどね、なんか賛否あるみたいですけどね。でね、ホンダロードソニックっていうのとですね、ペアリングできるんですよ。で、これオンにするでしょ？やったことないから分かんないですよ、できるかどうか。デバイスを探す。ちょっと待って、設定モードに切り替えないといけないのか。こちらの右方向に回します。はい。設定したら、こっち行ったら、全般からペアリングをリセットでペアリング中になってるよ。でここで見たら出てくる？出てこねえよ。これか、これでデバイスを探すか。来た。OK、できた。 NS400。はい、接続できた。 OK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 。次へ。はいはい。 OK じゃん。でそれで位置情報の項目を選択してください。常にしなきゃダメなんだ。 OK。 よし OK で、ナビゲーションで右を押してください。赤城大鳥居。全然違うぞ。全然違うとこ行ってるぞ。赤城の大鳥居。ナビゲーションを読み込み中。ナビゲーションのオプション。ここで出たね。OK。ここで音楽も聴けるってことなのね。じゃあこれのまず設定は終わったのでエンジンかけましょう。いい音すんね。実際はこの形ですけど CBR400 と全く同じエンジンの46馬力、非常にパワフルなエンジンですからね。 VFR は 800X じゃないですか。 X じゃないや 800F ね。
さあ行きましょう。さあ足つきどうだ。せーの、よいしょ。あ、全然問題ないな。私の身長164センチで、両足でもう土踏まずに近いところがつきますね。しかもシートのいいところに座ってますよ。先っぽの方ちょんちょん座ってね、いや、好きですねっていう人いるけど、そんな関係ないからね。そんな見ちゃダメよ。よし、ミラーを合わせて、よし、行きましょう。お、足でバックできちゃうもんね。あら、クラッチ何これ、おもちゃ。クラッチ何これ、おもちゃだろ。おお。できました、接続。あ、よかったです。はい。すげえ迷ったけど、こっちも操作しなきゃダメなのね。はい、そっちから行きました。クラッチ、おもちゃだな、これ。軽いと思います。いや、行ってきます。はい。よろしくお願いします。はい、お願いします。うわ、めっちゃハンドル切れる。めっちゃハンドル切れるぜ。うわ、めっちゃ乗りやすいわ、これ。いきなりあそこの出口のピュッていうコーナー普通に曲がれたもんね。コーナーっていうか曲がり角ね。力強い。エンジン音がいいじゃないですか。前回ね 400X の時にも思ったんですけど、回した時の音がこれ素晴らしくいいのよね。いいね。これまたライディングポジションが素晴らしいね。あ、片足なんか全然、ちょっと今ね道路こうなってますけど、右が高いんですけど、もう右足はもうかかとまでついちゃいますね。で、低い方に乗っけてももう全然土踏まずに近いところまで設置します。発進しやすい。これですね。これがナビの画面になるんですよね。矢印で 4.9 キロですよみたいな感じなんですね。で、ちょっと高速乗りたいので、圏央道の川島インターですね。そこから鶴ヶ島行って、鶴ヶ島から関越道ですね、入って赤城まで行きたいかなというふうに思っております。でね、シートはね結構こう見た時に先っぽ細いなと思ったんですけど、やっぱこういうバイクは少しね、あんまりこう前にズルズルっていくバイクじゃないんですけど、SS とかだとどうしても滑り台シートなんで前が低いじゃん。だからどんどんズル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 前に行っちゃうけど、これは全然行く感じじゃないので、一番前ではなくて、もうちょい気持ち後ろ、本当にもうほんと数センチで OK です。数センチで OK なんで、後ろに座ってもらって、幅広のところをこう利用してもらうという感じがいいでしょうね。でね、今、ポジションチェックのところでもちゃんとやるけど、こうまっすぐ伸ばすじゃん。背筋は床と垂直ね。で、ここがつくんで、グリップとね。だから、ほとんど直立なんですよ。このね、指先とか、指の真ん中とかがつくと、よく豆ができるとこあるじゃん。豆ができるとこがついても気持ち前に倒れた感じになるんですけど、これはちょうどここの手首のね曲がってるところ、ここね、ごめん今手放ししたけど、そこのところがつくから、そこから握るときにちょっと下がりますからね。だから肘がちょっと緩んだ状態でグリップできる。でハンドル位置も高くて、でほとんどこうフラットなバーなんで、変にこう手がこう V ストみたいに曲がらないから。でぶっちゃけね V ストと比べてる人多いと思うんですけど、車検あるかないかで皆さんね判断してると思うんですよ。いいね、いいよ。で車検あるかないかで判断してると思うんですけども、やっぱ車検があるっていうのはね、やっぱそこそこお金がかかるので二の足踏んでるかなと思うんですけど、 V スト24馬力とかでしょ。でこれは46馬力よ。もう根本的にもう物が違うよね。しかも重量なんてほとんど同じじゃないですか。って考えたら、この 400X を買うその優位性っていうのはすごくあると思うんだよね。 400X って言っちゃった NX400 ね。でその辺は高速道路の走行でですねすごくわかると思うんですね。特に V スト25 SX じゃなくて25の方は高速厳しかったな。もう100キロで7000回転とか回っちゃうから、
それがどのくらいの回転数なのかっていうのもね、今日は全部レビューさせていただくので、ちょっと高速道路の方をね見ていただけるとそれは全部わかります。で今こう走ってる感じでネガな感じは全く感じないね。ステップ位置も素晴らしいし、クラッチは軽いしね、なんもネガがないね。これやっぱりね、乗ってすぐホンダドリームから出る時のカクンっていうコーナーをスッて曲がれたっていうのはね、もう怖くないんですよ。乗った感じが怖くないのね。もうで良好な足つき、でこの軽さよ、こんだけね余裕があるからね、これは軽いよね。発進もね全く気を使うこともなく発進できるトルク感もありますしね。でエンジン音がいいじゃないですか。やっぱり 400cc ともなるとちょっとこうのぶといパルス感というかね、そういうのもありますよね。つながりいいな。で段差の越え方もね、やっぱり大口径19インチの大口径っていうのかな、17インチじゃないんでね、19、17なんですよ。でそのねやっぱり19インチっていうタイヤが大きいっていうのがね、段差越えるのが滑らかになるんですね。結構違うと思うね。それからやっぱり実質的にサスペンションがやっぱりこうロングツーリング向きにできてる、柔らかいです。とてもこの辺のね造形物のこの高さね、これがね非常にアドベンチャー感あるね。そしてこう守られてる感もあるので、この見やすいメーターどうですかこれ。ただなんかね、やっぱり僕がこのホンダロードソニック使いますかって言われたらどうかな。ここに携帯マウントするじゃん。こことかにマウントするからどうかな。俺やっぱりこういう風に見るより地図が出てくれた方がやっぱり安心よね。矢印で出てくれるのもすごくこれは結局矢印と音声案内なんですよね。6速60キロ、一般道で3000回転だね。このくらいのスピード領域になるとまだパルス感は感じるけども、それがつながって心地いい音になってきますね。バラバラという音じゃなくてつながった音になりつつある状況ですね。でバイワイラーじゃないですけど非常にアクセルも軽くてね、いいねこれ。いやめちゃめちゃ安定してね、止まるとき。今これをね今日200キロぐらい走るんで、今感じたネガな部分を最後にねお伝えしようかと思ってるんですけど、ネガが見つからないね。やっぱりこの足回りもめちゃめちゃいいし、なんだろうな、ネガなんかどこにもないけどなこれ。強いて言うならこれね、カタログがねあれヨーロッパ仕様の NX500 が載ってるらしいのね。なんで500販売しないのよホンダさん、500の方が売れんでしょうよこれ。しかもさレブルのとかさ CL500 のエンジンあんじゃん、素晴らしいエンジンが。あれめちゃめちゃ良かったぜ、エンジン。あれ乗っけりゃいいのにな。これめちゃ売れるぜ。結局この 400cc クラスっていうのはアドベンチャーも一択なんですよね。25かもうその上の600かみたいな感じになっちゃうわけじゃないですか。でやっぱねベルシスとかルイスト650とかだとやっぱ200キロ超えてくるし、210キロ20キロでしょ。で車体も大きいじゃないですか。でやっぱ250ベースぐらいの大きさね、重量的にも200キロ以下で軽くて扱いやすい車体でってなった時に、やっぱりで25よりも余裕が欲しいなっていうなると NX400 一択なんですよ。なんかねもうちょっとなんかね、なんかミドルクラスになると今度は限定解除されてない方、大型免許持ってない方はこれがマックスの排気量になるわけじゃないですか。でさらに大型免許持ってる方だともうすぐ650になっちゃうわけね。ベルシスとか
V スト650とかになるわけじゃないですか。けどこれが500だったら多分俺結構飛びつくと思うよ。俺もなんか軽めのね650クラス500、600ぐらいのアドベンチャーがあったら欲しいなって思ったら、まあ今選択肢としてはそこしかないじゃない。ベルシスと V ストしかないけど、なんかヒマラヤの新型450どうかなとかさ、なんかそういう方向に行っちゃうじゃん。だけどやっぱこれが500だったらパワーも全然あるしね。500だったら俺は行っちゃうけどなって思うんだけど、本田さんどうなんですかっていうところでね、ネガのところほとんど感じなかったです200キロ高速、それから峠道走って、その後にマサチャンネルの体がどういう風に消耗してるかっていうのをまたレビューしたいと思うので、一回これでね走行後に動画をワープさせたいと思います。それでは走行後にワープ。まさちゃんの動画。はい、走行後に画面が変わりましたということでですね、ただいまの時刻16時45分、11時から乗ってるので12、1、2、3、4、5、約6時間乗っております。ほとんど乗りっぱなし、ほとんど高速。本日の現在までの走行距離は254キロです。なかなか走ったねなかなか走った。そんでね、こんだけ走るとやっぱりね体が消耗するんで、今日特にね33度4度ぐらいあってめちゃめちゃ暑かったので体消耗してます。そんでやっぱネガな部分がやっぱ出てくるね。そんで例えば操作性とか、例えばハンドル位置がどうとか、シフトが硬いとか、クラッチがどうのとか、アクセルがどうのとか、メーターがどうのとか、そういうのはもう一切ないです。もう本当優等生で何にも気にならないです。一般道とか結構行くことがあればね、クイックシフターあったらいいなと思うけど、こんだけ軽かったらもう全然問題ないし、ね、ライディングポジションも全然きつくないし、このね純正のスクリーンのウィンドプロテクションも素晴らしいです。素晴らしい。ただね、やっぱ知りたいでしょ、ネガな部分。ネガな部分ね、2つかな、2つあるかな、ネガな部分が2つ3つだな。やっぱり6時間お友達になってお付き合いしたんで、やっぱりね感じるところはたくさんあるんです。そしてね、お尻が痛くなったか痛くならなかったかっていうところはちょっと待って、最後に言うからアドベンチャーバイクとしてはめっちゃ大事なことでしょ。その前にまずね、ホンダロードソニックですね。これナビがここに出るやつ、あれはねなかなか難しいぜあれは俺が思うに、ホンダさんが携帯はここにこうマウントしないでポケットとかバッグとかに入れて、そしてここに表示させるようなイメージで作ったんじゃないかなと思うんだけれども、どうですか。やっぱりここに携帯をマウントしたくないって人結構いると思うんだよね。やっぱり iPhone の場合ガチッとマウントしちゃうとやっぱり壊れるし、カメラが。なのでここにマウントしたくない人用なんじゃないかなと思うんだよね。でここにねナビが出るし、音声ガイダンスとしてはすごいやっぱり細かくしてくれるんですよ。 Google マップルとか Google マップルだって Google マップとかそういうのよりも非常に細かく案内してくれます、音声でね。だから必要にして十分な機能は備えてるんですよ。けどやっぱりね地図が出ないじゃん。やっぱね地図出てほしいよ、正直。なんでもしこの機能があったとしても、俺はここに携帯マウントして Google マップか Yahoo カーナビかどっちか使うような気がする。ちょっと使いづらいというか、ちょっと不安になっちゃう。あと何キロとか分かんないしね。次の例えば曲がり角まであとどのくらいですとか、そういうのは出るんですよ。あと 1.5 キロ直進ですとかね。それから高速のインターも出ないじゃん。どこどこのインターで降りますっていうのも出ないじゃない。ただ高崎十何キロ先、高崎なんとか
左とか出るんですよ。そしたらなんとなくまあ前橋か高崎で降りるのかなみたいな。で、音声聞いてると、あ、ここで降りるんだみたいな、そういう感じなんだよね。やっぱ俺は見てほしいな。見たいな。特に高速はやっぱヤフーカーナビが一番見やすいと思うんだけど、ちょっと微妙かな。そしてね、次のネガポイントね。まあこれはホンダロードソニックに関してはこれだけの機能じゃないから、この車種だけじゃないんでね。で NX400 に関しての、ネガ情報といいますか、今日ほぼほぼ200キロ以上は高速で走っております。そんでね、最初高速のねレビューを見ていただくと分かるんですけど、振動とかをそよそよ感じるけど、そんなにこう痒くなるような振動は感じないって言ったんですよ。要するに4気筒とかみたいなこうつながっちゃった痒くなるような振動は感じないの。もうちょっと重厚感のある振動を感じてたわけね。で、今日結構ハイペースで100から120ぐらいのペースを守りながらっていうか、100から120ぐらい、もう右から追い越したりとかしながら走ったんですよ、高速200キロ以上ね。それで思ったのが、意外と振動がある気がします。特に足、ちょっとなんかしびれてます、足で。手もやっぱりね、今こう離してみるとちょっとじゅわーっとしてるんで、やっぱりあるんだろうね。そんなにこうネガな感じに感じなかったけど、やっぱり100、110ぐらいのスピード領域、そこそこハイスピードですよというスピード領域でずっと走ってると、やっぱ足は結構来るし、そのくらいのスピードで全然こう車体がもうギリギリだぜみたいな感じも全然しないんで問題ないんだけど、振動に関しては結構感じるかなと思います。それ以外はね、高速走行でもね、本当ウィンドプロテクションいいし、これもっと伸ばしたいっていう人は背型が高い人かな。僕の身長164センチだったらもうこの純正のでもうちょうどいいし、ここに携帯つけたいって俺あんま思わないんだよな、このバーね。こっちに携帯はつけたいなと思いますけどね。じゃあ最後いくよ。最後の258キロ現在、今日260キロでしょ。そして6時間みっちりほとんど高速ワインディングもガンガン攻めて走った結果、マサチャンネルの体がどう消耗しているのか。ライディングポジション的に、例えば肩が痛いとか首が痛いとかそういったことはあんま感じなかったです。一番は皆さん知りたいの、おけつでしょ。おけつ、マサチャンネルのこのおけつが目的なんでしょということでね、お尻が約6時間乗りっぱなしで乗ってですね、どうだったかというところなんですが、これはね、微妙です微妙をいただきました。これはね GSX エッセン GX ですね。この時にもねお伝えしたんですけど、微妙だって。これね意外とねシート細いのよ。ただ触った時にすごく柔らかくて、これはいけんだろうと思ったんだけど、やっぱりねこのね一番先頭の部分、ここはね結構細いです。なのでここ座ったら間違いなく痛くなる。それともしかしたらこれをホンダさんが考えて作ってたらマジですごいんだけど、一番前っていうか普通にこうケツの座りがいいかなっていうところで、僕的なねところで座った時に意外とステップ位置が前じゃないのよ。割と後ろ目に感じるのね。そんでこれねもうちょっと前にあってくれたら、割とこの位置でもこの前に座っても、あとねどのくらいだろう、自然にケツの座りがいいところに座ってスッて足を下ろした時に、ステップと僕の足がどこが接地するかっていうと、この辺見える、
かかとら辺なんですよ。で、ステップがあと2個ぐらい、もし前にあってくれたら、この一番前というか、ケツの座りのいいところに座っても、踏ん張れるからお尻痛くならないと思うんだけれど、これは割と後ろに感じるので、ケツの座りのいいところだとね。だけど、このね、シートの段付きがあるのよ。この段付きのところに、お尻を乗っけて、結構後ろなんだけどね、高速走行時とかに、ちょっと見てもらうと分かるんだけど、よいしょ。ここの段付きの、お尻が当たるぐらい、だから、ここなんだよね、ケツの座りがいいところ。だけど、この辺に座った場合、高速とかでね、そうすると、ステップ位置が抜群にいいの。だからもしかしたら、本田さんが、高速走行時に、割と後ろに座ることを考えて、このステップの位置を考えて作ったとしたら、本田さんマジですげえよ。で、前着がこの一番ケツの座りのいいところに座った時には、ちょっとスポーティーに気持ちバックステップ気味のところにステップがある。っていうことを、もし本田さんが考えて作っているのであれば、マジで本田やべえっす。これは普通のやつですね。オーソドックスなものとなっております。さあ、レギュラーですよ。本田さんのね、これはね、入れやすいんだよね。で、OK です。そしてですね、燃費計算をしてみたいと思います。本日の走行距離が 259.6 キロ割ることの 8.14 リッター31。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃいい。めちゃめちゃ飛ばしてるからね、俺悪いけど。高速なんてほとんど100切ってないからね。よっぽど燃費いいと思うよ。ちなみに、このね、このマークの、要はこれ、1、2、3、4、5、6メモリあるんだけど、今ので2メモリしか入ってないです。やべえ、このバイク。どんだけ走れんだよ。まあ、500キロは確定でしょうね、多分ね。ホンダドリームさんへ返すんですが、ぶっちゃけた話言うと、名残惜しいね。これはめちゃめちゃいいよ。やっぱりなんか、この辺のミドルアドベンチャーというかね、なんか V スト SX、なんか一択みたいな感じになってるけど、なかなかね、この上になると650でしょ、もう200キロ全然超えてくるじゃん、210、220キロとかっていう車体になってくるから、もうそこまでいったら、俺が思うにトレーサー 9GT とか、あの辺もいけちゃうしね、なかなかなんつうんだろうな。難しい位置にいるバイクじゃないかなと思うんだよね。例えば、普通二輪免許の方だったら、なんか25でいいかなって俺思う気がするんだよね。400乗んないで。そしたら、V スト250いくでしょ。で、足つき問題なければ、で、速いのが良ければ V スト 250SX いくでしょ。じゃあ、これどうかっつったらやっぱ全然速いのよ。めちゃめちゃ速いし。じゃあこっちの方がいいじゃんって思うと、車検があると。じゃあ車検あるんだったら、まあ同じ足つきぐらいだし、別に乗れるから、V スト650とか、デルシスとか、デルシス650とか行こうかなみたいな感じになってくるんじゃないかなと思うんだよね。だから非常に難しい立ち位置なんだよね。例えばですよ、僕の感覚を言うとね、なんか400っていうこの排気量に、なんかこう、なんていうのかな、わだかまりじゃないけど、やべえ、これだった、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、400っていう排気量に、なんかこう、わだかまりじゃないけど、なんか400乗るんなら、もっと上みたいな。400乗るんだったら25の方がみたいな、維持費とかの関係でね、車検ねえしみたいな、なんかそういうイメージがしてしまい、なんかこの 400cc っていう、新たに乗ろうかなっていう気持ちに僕はあんまならないんだよね。大型持ってるからなのかな。例えば 400X の時にも言ったんだけど、じゃあこれがね、例えばレブルのさ500とかCL500 とかみたいな500のエンジン乗ってたらどうですかって言ったら、
俺ねこれ500乗ってたら迷わず飛びつくと思うね。あの500のエンジンめちゃめちゃいいエンジンだし、でヨーロッパ仕様はレベルとか CL とかのエンジンとは違うみたいだけど 500cc なんだよね。なんかカタログ 500cc みたいなんだよね。この人どうしちゃったのかな。なんかまともに走ってほしいんだよね普通にさこんなさあんな前からさ20キロとか15キロとかで走られてもさ、まあそんでね500とかでその動力性能が400とじゃあ変わりますかと言っても多分10馬力も変わんねえんじゃねえかなと思うんだよね。これ46馬力じゃん、みこさん氷川神社でございます。46馬力でしょ。でこれがヨーロッパ仕様の 500cc になってもどのくらいパワーあるんですかねあれね。あんま変わんねえ気がすんだよな。50とかじゃないね。レベルの500もどのくらいあるんだろうね、わかんないけど50ちょっとくらいでしょ。大して変わんねえと思うんだよね。だから高速のその巡航してる余裕感が少し違うかなぐらいだと思うんだよね。そのパワーによって何かがこれが400だったらできないけど500だったらできますみたいなことがあるわけじゃないのよ。ただ単純に日本のその免許システムが良くないわけよ。400で区切ってるから。だから400乗りたくない、400だったら500乗りたいとかね、ヒマラヤ450とかさ、411じゃんあれ、もともとはさ、あっちの方がいいじゃんとかって思っちゃうんだよね。400乗るんだなみたいなさ。でそういうのがわだかまりがない人だったら俺は全然これでもうめちゃめちゃありだと思うぜ。車検があるかないかっていうのが車種を選ぶところにのその大きなファクターじゃなければ V スト買うんだったら僕はこっち買いますね。全然いい、こっちの方がとは思います。 NX400 に関しては4本動画あります。このファーストタッチ総評燃費報告、それから峠高速道路足つき取り回しポジションチェックと4本あります。概要欄にありますのでぜひ見ていただいて NX400 購入の際の参考にしていただければなと思います。そしてですね、マサチャンネルはこの動画だけではありません。たくさん皆様のためになる動画をアップしております。この後流れるチャンネル紹介動画をご覧になられてチャンネル登録にご協力をお願いします。熱きグッドボタンもよろしくお願いします。昨年はですね、私はですね20台レンタルしております。だいたい1台2万円かかります。鼻血が出そうですということで皆様のチャンネル登録をお待ちしております。それではですね、レンタル元のホンダドリームさんに帰ってまいりました。今日も楽しいレンタルバイクありがとうございました。はい、ただいまよ。こちらでよろしいですか。はい。走ったね。疲れたよ、もう疲れた。いや200疲れたわ。ずっと走りっぱに近いですよね。確かにもう赤城遠いわ赤城遠いよ。今日も暑かったですし。めちゃめちゃ暑いよ。でも赤城山走りやすいんだよな。ああ、そうなんですね。はい。ってことで、どうでしたか。いやめちゃめちゃいいよこれ。よかったですね。めちゃめちゃいいよこれ。ビッタビタに使ってやりましたからまたビッタビタに。ああ、本当ですね。はい。動画楽しみに見ます。